さないように気をつけてくださいなの。大丈夫なの。配る食料はまだまだたくさんあるの。どうしたの隊長。すいません、あとお願いしますなの。何？まさか。ありゃ、そうなの。それで？私は配給のお仕事を続けてればいいの？偵察か。わかったの。偵察だったら戦わなくていいから別にそれでもいいの。胸の大きさとか処女かどうかは秘密なの。なぎちゃんと魔王ちゃんが行くって言ったから私も来たの。なぎちゃんは全然おしゃれしようとしないし、魔王ちゃんは発明以外は全然だらしないから私が面倒見てあげないとダメなの。それだけなの。ああ、それが思いつかなかったの。でもなぎちゃんも魔王ちゃんもずっと一緒だったからこれからもずっと一緒なの。隊長、どうかしたの？優しいのは別に私だけじゃないの。なぎちゃんも魔王ちゃんもシュウラン様もキーちゃんもみんなすっごく優しいの。偵察に行ってくるの。隊長は後の配給のお仕事よろしくなの。どうしたのだケイファ。どうもこうもないわよ。このバカ予備の糧食を3日分どころか全部配っちゃったのよ。はあ？何をやっているのだお前は。シュンランが敵の陣地を見つけてこなかったら私たちがのたれ死にするところだったわ。ここから半日ほどのところにあった。
ただ敵はすでに物資の移動の準備を始めていたから、早急に手を打たねばまずいだろう。そういうことよ。すぐに陣を撤収するわ。みんな急いで支度なさい。まだシュウランとサワが戻っていませんが。待つ時間も惜しいわ。現地で合流するように使いのものを出しなさい。はっ。予備の糧食も置いていくしかないわね。配る時間も惜しいけど、捨ておくと今度は取り合っていさかいの種になるか。いっそサワを残して撤収と配給を任せるべきかしら。カリン様、予備の糧食なのですが、どこかのバカが全部この町の民に配ってしまいました。私ではありませんよ。そう、今回は私の悩みを解決してくれたわけだから、特別に私の指示だったことにしてあげる。でも次に同じことをしたら分かっているわね。なら置いていく荷物はないわ。総員可能な限り急いで撤収。終わった隊から出発なさい。はっ。春蘭、撤収はいいから先頭で案内なさい。一番遅くなった隊は加工トン隊の陣の撤収をさせるわよ。了解です。すでに廃棄された砦でね。いい場所を見つけたものだわ。敵の本隊は近くに現れた官軍を迎撃しに行っているようです。残る兵力は1万がせいぜいかと。カリン様のご意向に恐れをなしたからに決まっているわ。だからわざわざ砦まで捨てようとしているのだろう。連中は捨ててあるものを使っているだけだからな。そういう感覚が薄いのだろう。あと1日遅ければここはもぬけの殻だったはずだ。厄介極まりないわね。それでシュウラン、こちらの兵は？義勇軍と合わせて8000と少々です。向こうはこちらに気づいていませんし、荷物の搬出で手一杯のようです。今が絶好の機会かと。ねえ、ならば一気に攻め落としましょう。カリン様、一つご提案が。何？戦闘終了後、すべての隊は手持ちの軍旗をすべて砦に立ててから帰らせてください。どういうことですか？この砦を落としたのが我々だと示すためよ。なるほど。黄金の本隊と戦っているという官軍も本当の狙いはおそらくここならば、敵を一掃したこの城に早期が翻っていれば。面白いわね。その案採用しましょう。軍旗を持って帰った隊は厳罰よ。なら誰が一番高いところに旗を立てられるか競争やね。こら魔王、不謹慎だぞ。新入りどもに負けるものか。キー、お前も負けるんじゃないぞ。姉じゃ大人げない。そうね、一番高いところに旗を立てられた隊は何か褒美を考えておきましょう。ただし
作戦の趣旨は違えないこと。狙うは敵の守備隊の殲滅と糧食を一つ残らず焼き尽くすことよ。いいわね。カリン様？何？サバ。その食料ってさっきの町に持って行っちゃダメなの？ダメよ。糧食は全て焼き尽くしなさい。どうしてなの？簡単なこと。糧食を奪ってはカリン様の風評は上がるどころか傷つくの。糧食も足りないのに戦に出た曹操軍は下船の族から食料を強奪して食べましたとね。けどかといって奪った糧食を町に持っていけば今度はその町が黄金島の復讐の対象になる。今よりもっとね。あの町には警護の部隊と糧食を送っているわ。それで復興の準備は整うはず。カリン様はちゃんと考えておられるのだから安心なさい。そういうこと。糧食は全て焼くのよ。米一粒たりとも持ち帰ることは許さない。それがあの町を守るためだと知りなさい。いいわね。わかったの。ならこれで軍議は解散とします。先方は春蘭に任せるわ。いいわね、春蘭。お任せください。ならこの戦をもって大陸のすべてに宋猛徳の名を響き渡らせるわよ。我が波動はここより始まる。各員奮励努力せよ。隊長、学進隊布陣完了しました。はい。何か問題でもありましたか？まさか。そうですか。沢のことは沢に聞いてみないとわかりません。長くはありますが、自分はそういう空気を読むとか察するということが得意ではありませんので。ただ一つ言えるのは、沢が決めたことなら沢は後悔しないだろうということです。はい。なんや何面白い話しとるん？早速ナギに声かけて振られよったな。戦前にこの変態。その報告に来たに決まっとるやん。で、何？沢のことだ。どうしてあいつが義勇軍に入ったのかという話をな。そんなん沢に聞けばええやないの。呼ぼうか？ま、隊長が思っとるような子やないで、あの子。あ、やらしい方向で考えとるやろ。あんなホワホワした見かけのくせに、実は義勇軍の可愛い男の子をこう夜な夜な寝屋に連れ込んでみたいな。不潔変態。
そりゃ冗談にしてもや。沢が自分で決めたことやもん。それをいちいち後悔するような頭やないで、あの子は。なんや、一人で吹き出して。そうなん？まあな。まあ、そういうこっちゃ。沢のことは沢に任しとき。ほら、そろそろ春蘭様の号令が出そうやで。みんな何お話ししてるの？ずるい。夫人終わったんだから、私も混ぜてなの。おー、ええところに来た。この戦が終わったら、隊長がうちらの歓迎会開いてくれるって。言うたよな、ナギ。ああ。何をしているのだ、あのバカどもは。さあ、戦闘前の気合でも入れ直しているのではないの？集団隊布陣完了しました。そう。なら、行くわよ。よい！ドラを鳴らせ！時の声を上げろ！追いはぐことしか知らない盗人と意を狩るだけの官軍に我らの名を知らしめてやるのだ！